こんにちは。ミニマリストになりたい私、のちです。今回はミニマリストになりたい私がお金をかけないこと10選をご紹介します。物価がどんどん上がっている中、賃上げが追いついてないなんてニュースもあったり、普通の暮らしをすることが簡単ではない世の中になってきました。そんな中、私が今も心落ち着いて暮らせているのは無理のない節約を身につけたからだと思っています。お金は所詮道具に過ぎないですから、今を犠牲にしてまでの節約って悲しいことだと思うんです。なので未来への貯金以上に今の暮らしにメリハリをつけて賢くお金を使うことを大切にしています。大切なことにはお金を使うけど、優先順位が低いものには徹底的にお金をかけないようにすると、今の暮らしも楽しみながら貯金のスピードを加速させることができました。今はコツコツ貯めてきた貯金を安心材料に、辛かった仕事から思い切って一度離れ、働き方を見直してみる、いわば人生の夏休み期間を過ごせています。低い生活コストと貯金のおかげで、金銭的な余裕だけでなく、心の余裕、そして人生の選択肢も持つことができました。決して世の中お金が全てではないけれど、でもお金があるだけで解決できる問題も多いと実感する日々です。お金のかけどころはもちろん人それぞれ違いますので、この動画が自分なりの優先順位って何だろうと考えるきっかけになってくれたら嬉しいです。それではスタートです。私がお金をかけないこと1つ目は外食です。ここではお弁当を買うことも含めています。飲食店での食事代ってどんどん高くなっていますし、安く済まそうとコンビニで適当にお弁当を買っても、今の時代もう500円じゃ全く収まらないですよね。節約を意識するようになってから、外食やお弁当を買って帰ることは一切やめて、自炊がほぼ 100%、 会社にもお弁当を持っていくようになりました。外食するのは友人と会う時か、出先にいてどうしても食事を済ます時だけです。自炊の節約パワーは本当すごくって、1食200-300円でお腹いっぱい食べれるので、もう本当に大きな節約です。しかも手作りした料理って結構美味しいんですよね。適当に作った本当に大したことない料理でさえも、正直コンビニ弁当の何十倍も美味しいと感じます。ただ自炊は節約になると分かってはいても、やっぱり自炊って面倒だから続かないんですよね。なので私はいかに手を抜けるか日々研究しています。料理は何日分かまとめて作ったり、手抜きメニューを持つようにしたり、最近はレンチンだけで即完成できるメニューも増やそうと思っています。それでもやっぱり自炊が面倒でサボりたくなることも何度もあったんですが、その時は自炊を家事ではなくお金を稼げる仕事と思うようにしていました。外食をしないことで浮いたお金を自炊で稼いだ金額って考えてみると、実は自炊ってアルバイト代になっちゃうぐらい稼げる立派な仕事なんですよね。そう思ったらお金をモチベに自炊を頑張ることができました。でもゼロから作るこの手間がなんだかんだ楽しかったりするんですよね。これからも手抜きで美味しい、そんな節約効果絶大のおうちごはんスキルを鍛えていきたいと思っています。私がお金をかけないこと2つ目はお菓子とジュースなどの間食です。毎日のコンビニで買ってしまうお菓子、自販機で買うジュースがちりつもになって、実は大きな額になってしまっていました。昔は午後にはカフェラテを、残業時間にお菓子を1つ買う、もうこれが日課でした。会社帰りにふらっとコンビニに通ってご褒美と言い訳をつけてスイーツを買って帰ることもよくありました。でもこんな何気ないちょい買いが実は大きな支出になってしまっていたということに、家計簿をつけるようになってから初めて気づくことができました。節約を意識するようになってから、お金のかかる習慣的な買い食いをやめるために、平日はお金を使わないノーマネーデーにすることにしました。平日は自販機を使わずマイボトルで飲み物を持っていき、コンビニも利用せず代わりにちょっとしたおやつを持っていきました。土日たまにジュースを買ったりお菓子を買って食べるのが私の特別なチートデイです。家にお菓子を買っておいておくことも、つい食べてしまうことを防ぐためにやめました。私はちょっと一口でもお菓子を食べ出すと、一袋全部食べきるまで自分を止められませんでしたし、お菓子が切れると気持ちまで切れてしまって眠たくなったりイライラしてしまうこともありました。
そのうち毎日食べないと気が済まないようにもなってしまっていました。実はお菓子ってマイルドドラッグって呼ばれるほど中毒性があり、私はストレスが原因でお菓子を食べていたのに、いつの間にかお菓子がストレスの一要因になっていたんですよね。それから会社にはリンゴだったり蒸したさつまいものような低 GI 食品と呼ばれる血糖値の上昇が緩やかな食品を持っていくようにしていました。家にいる時はホットミルクなんかも飲んだりしていました。そうすると頭にもゆっくり糖分が回ってくる感じがして、甘いもの切れでイライラすることがなくなったんですよね。最近はちょっと自分に甘くなってスティックタイプのカフェオレをおやつとして飲んでしまったりするのですが、量も少ないですし、ちょびちょびとゆっくり飲めるので、お菓子ほどの攻撃力はなく、幸せなご褒美タイムとして楽しんでいます。思い切って習慣的にお菓子を買うことをやめたら大きな節約にもなりましたし、甘いものに気持ちが振り回されることもなくなりました。さらに肌の調子も良くなったり、毎朝の筋トレの効果も感じやすくなりました。そしてたまに食べるお菓子がすごく幸せで、誰よりも味わって楽しんでいます。これからも誘惑に負けず、平日そしてできれば土日もコンビニには近寄らない、そして自販機には触れないよう過ごしたいと思っています。私がお金をかけないこと3つ目はお酒です。節約を意識するようになってからお酒の飲む量と頻度をかなり減らしました。まず一人晩酌はやめました。私はお酒自体が好きというよりはストレスをパーッと発散したくて、仕事終わりによく一人でお酒を飲んでいました。お酒に弱い体質もあって、恥ずかしながら酔っ払ってそのまま寝落ちしてしまう日も多かったです。そしてお酒がない日はなんか欠乏感を感じてしまって、どんどんお酒がないとやっていけない体質になってしまっていました。今になって振り返ってみれば、嫌なことを忘れているのはお酒を飲んでいるその一瞬だけで、本当の意味でのストレスの解消にはなっていなかったように思います。一人晩酌をやめてから節約になったのはもちろんですが、お酒に頼らないもっと根本的なストレスの解消法がたくさんあったことに気づきました。空いた時間で新しい趣味を始めてみたり、時にはゆっくりしてみたり、とっとと早く寝て朝に運動してみたり、そうやって過ごしていると一日で充実感を感じる時間が増えたんです。せっかくの仕事後の貴重な自分時間を酔っ払いになって溶かしてしまっていた頃よりも、もっと自分のために上手に時間を使えるようになったと感じています。そしてそんな今は誰かと一緒にいる時だけお酒を飲むようになりました。仲の良い友人との会話を楽しみながら飲むお酒こそ、もうまさにストレス発散になる最高の時間です。一方で気乗りしない飲み会に行くことはやめました。昔は飲み会を断ることに後ろめたさを感じていましたが、コロナ禍を経て状況も随分変わり、今は個人の意思が尊重される社会になったように感じます。飲み会も何千円もする決して安くはない出費です。まさにこのために働いてお金を稼いでいたんだと思える会だけに参加するようになることで、お金もそして自分の時間も大切に使えるようになった気がします。私がお金をかけないもの4つ目は服です。洋服は大好きな私ですが、服を少数精鋭にするその魅力に気づいてからは、もう服にたくさんのお金はかけなくてもよくなりました。昔の私は毎シーズン新しい服を何着も買っていました。一つ買ったらあれもこれもとさらに欲しくなってしまう無限ループだったように思います。でも結局新しい服ばっかり着るので、クローゼットにあるたくさんの服たちはそのほとんどがお留守番状態。私のクローゼットはあんまり着ていないけれど、でも今は着たい気分じゃない、そんな服でいつもいっぱいでした。そんな中で私の価値観が変わるきっかけとなったのが、ステ活をきっかけに始めた服を買わないチャレンジでした。まずはワンシーズンだけ服を買わないと決め過ごしてみたら、全然困らなかったんですよね。むしろどんな服を買おうかと悩む必要のない暮らしがとっても気楽で心地よく感じられました。今まで着る服がないなんて思っていた手持ちの服の中からたくさんのお気に入りを見つけることができましたし、新しい服に目移りばかりしていた頃には気づけなかった自分の好みにも気づくことができ、服の捨て活もどんどんはかどりました。あとワンシーズン、もうワンシーズンとチャレンジを続けていたら、気づけば結局1年半も服を買わない暮らしをしていたんです。そんな
買わない暮らしを経験してからは、服ってそんなにいらないと思えるようになれたし、服を手放す葛藤を経験したからこそ買うハードルがぐんと上がりました。今思い返してみれば、過去の私は服を捨てることはもったいないと渋るくせに、服を買うことに対してはすごく安易でした。でもそんな風に服を安易に買う行動こそ本当は一番もったいないことだったんですよね。今はもう安いから、バズっているからという理由では服は買わなくなりました。失敗しがちなネットショッピングも、いくら安いとはいえ控えるようにして、割高だとしても必ず試着して、これだと思える服だけを買うようにしています。わざわざ店舗まで試着しに行くというこの手間が、さらに買い物のハードルを上げてくれています。そして新しい服を買うなら、今のお気に入りをどれか手放そうとすることで、もうより一層新しい服を買うハードルが高くなり、服への無駄遣いを抑えながら本当に満足のいく服だけを買えるようになりました。安易に服を買ってしまうことをやめてから、お気に入りだけの少数精鋭服が揃い、どの服を着ても幸せと感じられるようになりました。私がお金をかけないこと5つ目はコスメです。私はコスメが大好きで、昔は新色やバズコスメの情報を聞きつけるたびに買ってしまうコスメコレクターでした。でも捨て活をきっかけに、私がこれまで使い切れない量のコスメにどれだけたくさんのお金を使ってきてしまっていたかに気づかされました。せっかく揃えたコスメコレクションも、実際は普段は使っていないコスメばかりで、中にはいつ買ったかも思い出せないくらい古いものもたくさんありました。衛生的なことを考えると、開封後は半年から1年以内が一般的な使用期限と言われていますし、自分の顔はたった一つしかありませんから、たくさんのコスメはとても使い切れないです。もったいないという気持ちと戦いながら、まだ中身もたくさん残っていた大量のコスメを処分した今は、1用途につき1アイテムだけに絞り、衛生的に安心して最後まで使い切れる量だけを持つようにしています。そうすると、新しいコスメを買うこと自体めったになくなり、大きな節約になっています。たくさんのコスメからガサガサと探すこともなくなり、メイクが時短で済むようにもなりました。超お気に入りのコスメでメイクする朝の支度時間は、一日のうちでとっても楽しみな時間の一つです。使い切れる分だけのお気に入りコスメを持つのが私にとってちょうど良かったです。私がお金をかけないもの6つ目は、ネイルや美容品、エステなどの美容代です。私はできればあまりお金をかけず、ナチュラルに綺麗でいられたらと思っています。ネイルは私の気分を上げてくれるので欠かせない美容項目なのですが、私はいつもセルフでマニキュアをしています。サロンに通っていた時期もあれば、一式ジェルネイルセットを買い揃えたこともありましたが、時間やお金、手間を考えたら、結局私には簡単にお手入れできるマニキュアが一番合っていました。費用もマニキュアとトップコートで合計500円ほど、かなりの節約になっています。私が持っているマニキュアはダイソーのジーンネイルパールグレージュというカラーだけです。このマニキュアがとってもお気に入りで、もう5回ぐらいリピートで買ってます。大人っぽいグレージュカラーとパールのおかげで、とても100円とは思えないぐらい綺麗な仕上がりになるんです。マニキュアって剥げやすいのが最大のデメリットだと思うのですが、このマニキュアは爪と馴染むカラーなので、ちょっとぐらい剥げても目立たなくて本当に助かっています。美容院代については、私は髪を染めていないので毎回カット代だけで済んでいます。学生時代は髪を染めていて、当時は黒髪はダサい、髪を染めることがおしゃれと思っていたんです。でもある日、自分の姿を鏡で見た時に、なんか明るい髪が似合ってない感じがして、せっかくわざわざ染めているのにおしゃれには見えなかったんですよね。むしろ髪は傷みやすいし、すぐプリンになってしまうし、手を抜くとすぐ髪に気を使っていない感じに見えてしまって、おしゃれに見せるメンテナンスって大変だなということも感じました。それ以来髪を染めることを一切やめてみました。私には不自然に明るい髪色より染めていないナチュラルな髪色の方がしっくりきました。むしろ染めなければ髪を傷まないし、毎月美容院に通ったりトリートメントをしてもらう必要もなく、お手入れ楽ちんでお安く綺麗でいられています。エステなども行っていません。それよりも日常的な運動習慣、そしてバランスの取れた食事など、自分自身の生活習慣で健康で綺麗でいられるよう気をつけています。
脱毛以外の美容医療も今は一切考えていません。年を取っていくそのままの自分でいいと思っています。とあるインタビューでアリアナ・グランデさんも7年前に美容医療を辞めたと話されていて、その言葉がすごく素敵だったんですよね。長年美容は自分を隠す手段だったけれど、自分を隠すのはもう嫌。年齢を重ねてだんだん笑いじわが深くなっていく自分が見たくなった。年を重ねるのは美しいことだと思う。シミも頬もたるみも生きていた証なんだって自分で愛してあげようと思いました。そして笑顔でいることこそ一番のアンチエイジングなんじゃないかなとも思っています。私自身会社員生活で表情筋がかなり衰えてしまって急に老けたなって感じるんですよね。美容医療よりも毎日笑顔でいることを大切にしたいと思っています。私がお金をかけないこと7つ目はコレクションです。私はこれまでたくさんのお金を推しグッズやコスメなどのコレクションに費やしてきました。コレクションって1個買ったらまた1個欲しくなってしまう、そんな中毒性があったんですよね。そのうちにむしろ買わない方が気が済まなくなってきて、気づけば全携帯購入なんてこともよくありました。そしてせっかく買ってきたグッズは使うことなく、ただ収納の奥深くにしまい込むだけで、気づけば使わない捨てられない推しグッズで部屋の収納は圧迫されていっていました。そんな中、捨て活をきっかけに意を決し、昔応援していたグループの大量のグッズを手放したんですよね。フリマアプリで売れるものもありましたが、ほとんどが結局買い手が見つからず、ほぼ綺麗な状態のグッズを断腸の思いでゴミ袋に入れたのを覚えています。コレクションも収納の奥にしまい込むだけでは何の意味もなかったし、ただただ買ったことに満足していただけで、買っても買っても物欲にキリがなかったことを思い知りました。それからはコレクションはしないと決めました。推しのグッズも基本買うことはやめて、代わりにコンサートや遠征費にお金をかけるようにしています。長いグッズ列に朝早くから並ぶ必要がなくなり、コンサートや遠征先での観光など時間を楽しむことにお金を使えています。グッズもゲットしたなら綺麗に保管するのではなく、とことん日常で使っちゃってます。推しグッズを積極的に使うことって楽しいことだったんだなと気づきました。買っても買ってもキリがないコレクションはやめて本当に良かったです。私がお金をかけないこと8つ目は消耗品です。消耗品って買い続けるものなので、使う消耗品を減らすことで結構な節約になりました。ミニマリストになりたくていろいろと試行錯誤しましたが、案外なくてもいい消耗品ってたくさんあることに気づきました。買う日用品が減ると買い物の労力も金銭的負担も減るし、広い保管スペースもいらなくなってお部屋もすっきりするし、もう本当いいこと尽くしでした。人それぞれ必要な日用品は違うとは思いますが、私がなくてもいいと思った消耗品を紹介します。まずは専用洗剤です。トイレ用の洗剤もお風呂用の洗剤もコンロ周り用の洗剤もいりませんでした。私が買う掃除用の洗剤は塩素系洗剤のキッチンハイターと中性洗剤の歌丸だけです。キッチンハイターは水回りのしつこい汚れ退治に、歌丸はコンロ周り、部屋、水垢退治など、もうとにかく家中の掃除に使っています。キッチンとお風呂の排水口ネットも買いません。排水口の蓋も外していて、気づいた時にこまめにゴミを取り除いてきれいを維持できています。柔軟剤、酸素系漂白剤もなくて大丈夫でしたし、ゴミ箱を設置しなくなったらゴミ箱専用のゴミ袋もいらなくなりました。消臭剤やアロマディフューザーも家にいる時間が短い割に交換頻度が高いのでやめました。買う消耗品が減ったおかげで、今は月に一度のウェル活で消耗品を買えているので、日用品にほぼお金をかけずに済んでいます。私がお金をかけないもの9つ目はサブスク代です。一見お得がいっぱいで家計の味方にも思えるサブスクですが、実は家計の大敵でした。たとえ月額1000円のサブスクでも年あたり1万2000円の出費、限られた年収のうちの1万円が減るって考えたら結構高い出費な気がするんですよね。少額だから契約しておいていいやではなく、少額でも本当に必要か見極めることが大切だと思います。
お金に疎かった頃は珍しくクレジットカードの明細や口座の引き落としの確認をしてみたら、知らずにずっと払い続けてたなんて経験もあったので、サブスクは確認必須の要注意アイテムです。これまで私が暮らしを見直して解約したサブスクを一部紹介します。まず一番大きかったのは NHK 受信料です。私は全く見もしないテレビに毎月2000円も払い続けていて、当時は正直ちょっとイライラしていました。思い切ってテレビを処分したら正当な理由で解約できて本当にすっきりしました。また Amazon プライムも解約しました。私は基本 Yahoo ショッピングを愛用していますし、映画もあまり家では見ないので私にとっては必要のないサブスクでした。会員でなくても Amazon の買い物は3500円以上であれば送料無料になるので、 Amazon で買いたいものがたまったらまとめて買うようにしています。送料負担のおかげで気軽にポチッと Amazon で買い物できないという状況も節約につながっています。長く使っていた音楽サブスクも解約しました。代わりに私は YouTube プレミアムに登録しています。 YouTube プレミアムは YouTube の動画を広告なしで見られるのはもちろん、 YouTube ミュージックという音楽サブスクもついているので、もうまさに毎日 YouTube も見るし音楽も聴く私にはもう手放せないサブスクになりました。 YouTube をたくさん見るという方にはすごくお得なサブスクだと思います。ただし契約する際は iPhone アプリからだといわゆる Apple 税が取られてしまうので、ブラウザから登録しましょう。私はさらにお得な年間プランをブラウザで契約しました。いくつも入っていたファンクラブも本当にコンサートに行きたいグループ一つだけに絞りましたし、余計なサブスクを忘れて加入し続けてしまうのを防ぐためにクレジットカードの枚数も減らしました。これだけで年間およそ6万円の節約にはなったと思います。毎月かかり続けるサブスク代を見直すことはとてもタイパの良い節約でした。お金をかけないもの10個目は固定費です。固定費は毎月ずっとかかっていくお金なので、見直す節約効果は絶大でした。中でも特に私は保険と通信費にはお金をかけません。新卒の時は新入社員研修として紹介される保険の案内を聞いて、ちゃんとした大人になったからこそ保険に入るものだと思ってしまっていました。深く保険について勉強もしなければ、契約内容もちゃんと理解しないまま団体生命保険に加入したり、余計な特約のついた火災保険に加入したりしていました。今考えるともうよく分からず保険に加入している状況も、会社の新入社員研修に保険会社が入り込んでいる状態も怖すぎですよね。保険についてちゃんと勉強してみると、本当に必要な保険って自動車保険、火災保険、そしてお子さんがいる方で1馬力で家計を支えているようなご家庭は生命保険、そのぐらいで本当にお金のことをしっかり考えられている人ほど保険は最低限にして貯金で備えているんですよね。私も保険を見直し、今入っているのは自動車保険と火災保険だけになりました。自動車保険には車両保険はつけず、また窓口ではなく割安なネット保険の会社と契約しました。そして更新のたびに何社か見積もって毎年より良い会社に乗り換えられています。火災保険も仲介会社さんが指定してきたものをお断りして自分で探しました。そしたら同等の保証内容で年間1万円も安いところがあって、とってもお得に契約できました。通信費についても節約のため割高な大手キャリアは使っていません。実は私結構早い段階から節約をしたくて大手キャリアを辞めていて、高校2年生の時、まだガラケー時代にソフトバンクからウィルコム、今のワイムマイルへ会社を変えました。当時はウィルコム1台持ちの変わり者でしたが、おかげでこれまで本当に長い間携帯代を節約できていました。今も変わらずマイモバイルに契約していて、通信料は3000円ほどです。携帯は電話ができてネットが使えればいいですから、大手ではなくても全然大丈夫でした。で、ちなみに固定費のうち一番節約効果の高い項目が家賃だと思いますが、私は安すぎる物件はいくら節約になるといえど選びませんでした。家賃が安いとセキュリティ面や住んでいる方の民度が低いかもしれないという心配があったり、駅から遠くて夜道を長い時間歩かなければならなかったり、不安要素が多かったんですよね。なので極端に安い物件は避けました。
ですが物が少ないおかげで広い部屋である必要がなかったので、手狭でもいいからより安全でより駅近の物件を候補にすることができました。そういう意味では家賃もうまく節約できていたんじゃないかなと思っています。以上が私がお金をかけないこと10選でした。今でこそ自分なりの優先順位を持ってメリハリをつけたお金の使い方ができるようになりましたが、動画でもお話しした通り過去はいろんなことにお金を費やしていろんな失敗をしました。でもだからこそもうこれ以上はいいやと思えたり、本当にいいものに出会えたり成長があったんだと思います。過去のお金の無駄遣いも無駄ではありませんでした。皆さんがお金をかけないことは何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは、ちなみに私が反対にお金をかけるものは何かと言いますと、それは経験です。人生は時間の積み重ねでできていますから、何よりもいろんな経験が人生を豊かにしてくれるって思っています。なので旅行、習い事、友人や家族と過ごす時間にはお金を使っちゃいますね。こう聞くと私の優先順位高いものって結構お金のかかるものばかりな気もしますが、どれもまさにこのために働いていたと私が思えるものなんで、もうしょうがないです。これからも収支のバランスをしっかり見ながらメリハリを持って大切にお金を使っていきたいと思います。